こんにちは、加藤です。今日の毎日頑張らないスケッチは、新潟市内信濃川という日本で一番長い川が流れているんですけれども、その河口、海に向かって右側の右岸の先端にあります山の下港タワー6階展望フロアから街並みを見下ろした風景をスケッチしていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。どうぞ。さあ、書き始めたところです。と思ったら、この船がね、ちょうど動き始めちゃったんですね。北海道小樽へ向かう新日本海フェリーなんですが、たまたま止まっていて、絵にぴったりだなと思って書き始めたところなんですが、気づいたら微妙に右側に動いてるんですね。あれと思った時には、もうだいぶ進んでいまして、慌てて形を書き留めているところです。この煙突になるのかな、S っていうマークのついている、この操縦室真上にある煙突みたいなところが特徴的だなと思ったんですが、結構な人数乗れるでかい客船フェリーです。で、今ちょうど手を動かしているのがそのフェリー乗り場、ターミナルの手前にあるお寺さんだと思うんですが、瓦屋根の日本家屋、ちょっとこう屋根の傾斜がですねカーブしているようなそういった瓦屋根が、手前に見えている、そこを描いています。で、今回この名前ペンを使ってスケッチしようと思った理由なんですけれども、鉛筆だとどうしても書いたり消したりっていう間違った線を何度もこう消し過ぎちゃう人って結構多いんじゃないかなと思っていまして、この野外のスケッチにおいてはちょっとくらい形が変だったり違っていたりしてもあまりその辺気にしすぎないでどんどん先に書き進めていっちゃった方がスケッチとしてはいいんじゃないかなと、思っているんですね。そんなわけで今回は、名前ペン、それも、太い細いって2種類のペン先が両サイドについているタイプなんですけれども、この細かな作業がしにくい太字の方だけを使って、街並みをですねスケッチしていきたいと思っています。なのでゆっくりこの筆先を動かしているとじわじわとこの画用紙に紙にね染み込んで線がね滲んでくるんですね。太くなっちゃう。そんなわけであんまりこうゆっくり描いているとなんか、ボテッとしたスケッチになりそうなので、できるだけ早く紙の上を滑らせるように、手を動かすように心がけています。このスケッチする上で、書きやすい画材、書きにくい画材、小手先で書ける画材とそういった小手先ではうまく書けないような書きにくい画材っていうのが主にあると思うんですが、私はこの書きにくい、つまり自分のコントロールの及びにくい画材の方が、うまくいかない、もうなんか、やりにくいっていう画材の方が、絵的にはね面白くなる気がします。どうしてもその今さっき小手先って言いましたけど、手の癖だけで描いていっちゃうことって、絵に慣れてくればくるほどありがちなんですね。一番描きやすい長さとかストロークのそういったワンパターン化した線がだんだん多くなってきて、どんなものを描いてもなんか似たような表情になってしまうっていう、中級者の方なんかはあえて、利き手じゃない反対側の手で画材を持って描いてみるとか、細かな作業ができにくい、大きな線しか引けないクレヨンとかですね、なんかこう、手先じゃなくて体全体で描けるようなそういうこううまくいきにくい画材の方がね意外に表情として面白くなる場合が出てきます。で、今回はねそんなの一端がちょっと垣間見れるんじゃないかなと思いまして、私も街並みなんかあんまり描くことないんですけれども、上空からというかねなるべく上から見下ろした
建物、公園、木立、あとは川とか道とか、そんなものがね、スケッチできたらいいなと思って手を動かしています。今ちょうど描いてるのは、川の岸、手前側にある多分なんか荷物を上げ下ろしするためのクレーンだと思うんですけど、鉄骨でできた、でかい構造物、そんなものを描いています。あまり説明的にならないように、見えてる形をそのままなぞっていくような、そんなスタイルのスケッチを心がけているんですけれども、建物だったり、あとはなんか構造物、電柱みたいなものとか、今言ったクレーンの足みたいなものとか、あとは公園の木立、そんなものをね、見えるものをそのものに反応しながらというか反射しながら手を動かしています。あと、風景描く上で気をつけていることっていうと、手前奥の遠近感、パースペクティブ、手前が大きくて遠くが小さく見える。特に、田んぼとか畑とか、形が四角いような形態っていうのは、パースペクティブがうまく形が合っていないとどうしても奥行き感が出なかったりするので、徐々に角度が、後ろに行けば、画面の上に行けば行くほど水平に近づいていって、画面の下に行けば行くほど角度が少し立ち上がってくるような、そんな、パースの強弱、視線の上の方はパースが弱め、手前に、画面の下に降りてくるとパースが強めになるような、そんなことは、結構心がけています。今線引いてるのがちょうどこの倉庫みたいなものの、壁の部分、等間隔に柱みたいなものが並んでるんですけれども、見ての通り右から2番目、3番目の、柱みたいなやつ、ちょっと間隔がね均等になってなかったんですね。調子よく書いていたら均等に分けたかったんだけれども、間違って間隔が不揃いになっちゃった。そんな部分、そのままペンなのでね修正するわけにはいかないので、上書きしながら書き進めています。結構このペンを使ってスケッチしていく上で書き損じたところっていうか、本当はこうしたくなかったんだけれども間違って書いちゃったっていうところ、そこをどうするか問題っていうのがありまして、私は、少しくらい形が歪んでたり辻褄が合わなくなってしまったりしたところがあっても、うまくそこをごまかしつつですね、何事もなかったかのように、しれっとその次の作業をしていく、そういったスキルを身につけるっていう方がいいと思います。間違いを間違いと認めないというか、なっちゃったら仕方がないって受け入れてですね、間違った線を受け入れた上で、上書きをする、もしくはその間違った線に合わせて、応じてその周りを描いていく。そんな風に、どう言ったらいいんでしょうね、臨機応変にというか、変な形も受け入れた上で他と整合性を、整えていくというか、辻褄を合わせていく。ペンを使うスケッチのその良さというのは、思いっきりよく決断する力が身につくっていうことと、間違ってしまった時にいかにそれを間違いと認めないでごまかすことができるかという、その2つのスキルが身につきやすくなるんですね。これまでスケッチじゃなくて、正確な時間をかけて何度も直すようなデッサンしか描いたことがない人はちょっとね、その姿勢が、絵に対する姿勢が違うので最初面食らうかと思うんですけれども、この現場でのスケッチにおいては、やっぱり現場に合わせるというか、アトリエで時間をかけて直し、形をね整えながら進めていく通常のデッサンとは違う、醍醐味、面白さがあると思いますので、ちょっとくらいの形の狂いは受け入れて、歪んだ形も受け入れて、間違った線も受け入れて、
その上で新しい何か表現みたいなものが生み出されたら面白いかなと思っています。結構ね、手前近景を描いてる時と遠景を描いてる時で実はスケール感がちょっと実際の風景とは違ってたなんていうのに後から気づくこともあるんですね。本来ここでぴったり合うはずのがちょっとはみ出てしまったとか、オーバーしてしまった、スケール感が遠くのはずなのにちょっと大きくなりすぎてしまったなんていうこともよくあります。ただこういったスケッチってそういう間違い失敗を何度も何度も場数を踏んでいくとですね、だんだんと手前を見ながら、手前をチラチラっとねチラ見しながら円形のスケール感を決めていくような目の使い方、絵を描く人がどんな風な目の使い方をしているかっていうと、実は描いているその筆先だけではなくて、そこを描くときに手前に描いた屋根の大きさだったり、円形の空のスペース、面積だったりを見ながら感じ取りながら筆先の今、絵の具をつけるもしくは線を引いているところを見てるんですね。そんな風な、何々をしながら他の部分を描くとか、同時に2つ3つのことを、やっていくようなそんな能力が、スケッチしていく上では、なんか要求されてる気がします。その部分だけを見るんじゃなくて、全体の中の部分、全体を見て部分を描く、部分を描きながら全体を意識する。言葉で言うのは簡単なんですけれども、これ本当にね繰り返し練習なんですよね。一朝一夕ではなかなかうまくいかないかもしれませんが、繰り返し練習していくと徐々に目の使い方、手の使い方が身についてくる、そういった能力だと思います。今描いてるのはね、新潟市内古町という、昔ながらのエリア、町にある、これはネクスト21という市内では結構高めのビル、三角の先端になんかねロケットみたいな飾りがついてるんですけど、それが特徴的な建物です。その手前にはね、これは元関税なのかな、港のそういった、ちょっと古い建物があったり、船を修理するドックみたいのがあったりするんですが、細かいところをうじゃうじゃとごじゃごじゃと書いています。結構このね形を省略しながらぐじゃぐじゃっと書く、それらしく適当に書くっていうのが意外に難しい方って多いんですよね。看板の文字とか、街を書くときにですね、遠くにある、読めないような文字とかをじゃあどうやって書いたらいいんですかってよく聞かれることあるんですけど、適当に書きましょうって言葉では言うんですね。うじゃうじゃっと適当に書いてそれらしい感じに見えればいいですよって生徒さんにはお話しするんですけど、その適当にうじゃうじゃっと書くっていうのがね、やっぱり正確にものを見て書くっていう練習しかしてこなかった方にはね難しいらしくて、その変な形、うじゃうじゃっていう形がねうまく書けないと。で、私今これ空の雲をね書いてるんですけれども、まさにこの雲の形なんていうのはうまく言葉では言い表せないような、なんかうじゃうじゃっとしたね不思議な形だと思うんですね。そんな風に文字だからって文字として読めるように書かなくちゃっていう使命感にあまり駆られずに、見える変な形を変な形のままあまり名前をつけずになぞっていく、そんな風な、早い、短い時間で描くスケッチなんかは、私は反射神経というか、見たものに反射する、反応するというか反射する、そういった練習かなと思って感じています。はい、今回はいつもと違って、現場では周りに人が結構いたのであんまり喋れなかったんですね。そんなわけで、アフターレコーディング、アトリエに帰ってきてからこの動画を再生しながら、コメントを入れてるわけなんですけれども、
やっぱり現場で喋りながら書く方がリアリティがあって私は好きなんですね。その瞬間に感じたことを言葉にしていく方がなんかこう、本当の言葉を使ってる感じがして好きなんですけれども、後付けのこう説明というか解説っていうのはやっぱりやり慣れないだけあってちょっと苦手ですね。なんかうまくいかない、いつもとはちょっとこう勝手が違うなという感じがします。はい、今描いてる中継、いろんな屋根が並んでるんですけれども、この辺りも、形を省略しながら建物が、折り重なるように手前奥とね、狭いところにいっぱい重なっている様子を描いています。で、直線的なラインはやっぱりコンクリートの建物だったり、あとは瓦屋根だったりするんですけれども、その手前の部分っていうのは林というか公園みたいなのがあるのかな。結構ね街中といえども、家と家の間っていうのは個人のお庭もそうなんですけれども結構木が立ってるんですね。でその木もねどうやって描いたらいいのかってこう皆さん悩まれる方多いんですけれども、私はこんな風に、雲を描く時と一緒なんですけれどもなんていうんですかね、そのストロークというか、細かなタッチを、点描じゃないですけれども重ねながらその木の葉っぱの、広葉樹なのか針葉樹なのかっていう、木の、特性に合わせて筆先を動かすようにしています。今の時期だとイチョウがすごくね黄色く目立って紅葉しているんですけれども、それだけじゃなくてね結構なんか松の木みたいなのをね植えてあるところも、さっき言ったお寺さんの周りなんかはね松の木をお庭に結構植えてるような感じでした。駅なんですけれども、中継の建物、この辺はね個人の住宅で比較的新しい建物がいっぱい並んでるエリアなんですが、描いているところです。一個ずつ屋根を描いていこうとするとね隣の屋根との隙間がこうずれていたり、そういう描いていくうちに形の狂いに気づく場面が多々あるわけですけれども、だけど毎回ちゃんと見ているんですね。見た先を筆先でなぞっていく、この姿勢だけは崩さないようにしないと今引いた線が全部嘘になってしまうというわけで、隣との距離感がずれていたり建物と建物の隙間が狭くなったりはするんですけど、今見てる縦線だったり斜め線だったりをなぞってるっていう意味では常にその目で見た瞬間を鉛筆もしくはペンの先でなぞってる、そういった書き方をしています。これこういった短い時間でのスケッチに限らずデッサンでもそうなんですけれども、見ていないのに線を引いちゃうと全部嘘になってしまうので、見て分かったことだけ書き留めていく、そういったスタンスだと迷いも少なくていいと思います。実際に見たっていうそのことがその線を引いてる理由になる、自信になると思います。はい、ここまでで完成です。この風景を今日は描いてみました。いかがだったでしょうか。寒空の下でスケッチするというのがだんだん億劫になっているのかなと思われる今日この頃ですが、本日は、室内から外を見た風景を描いてみました。できればね、あったかい飲み物を飲みながらゆっくりとスケッチができるとよりいいんでしょうけれども、新潟はね、これからの季節曇り空が多くなるんですね。なので、ちょっとした晴れ間をうまく縫うようにしてスケッチする感じになるんですけれども、そんなに長くはね、晴れ間が続かなかったりするんですね。そんな隙間時間でも、その気になればスケッチができるというあたりを見てもらえたらいいかなと思って撮ってみました。お役に立てましたら幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。